こんにちは、村田和です。今回は屋外の修繕工事です。外壁材が曲がって変形しているのがわかります。これは雨が入っている証拠です。小口から水を吸ったサイディングが膨張したため、シーリングに亀裂が入っています。塗装工事の際、どうやらシーリングを増し打ちしたようです。出窓も過去に修理した跡があります。壁の内側に湿気がたまると、このように藻や苔が発生してしまいます。抜きの出がない内付けサッシは雨じまいが悪く、雨漏りの原因となります。水の抜け道も塞がれているようです。しかし、今回のご依頼はこれら外壁の補修ではありません。今回ご相談いただいたのは部分的な屋根の雨漏り修理です。既存屋根は何度か塗装されていて、一見何の問題もなさそうに見えます。スレート屋根がありません。正確に言うと、コロニアルが破損したまま屋根塗装されています。当初は屋根を部分的に張り替えるか、シーリングなどの処置で済むと思っていたのですが、合板がない中のこれだ。シーリングをした痕跡がありますが、根本的な解決には至っていないようです。屋根全体も見てみましょああ、ケラバの板金もルーフィングも雨じまいが悪く、これでは雨が建物内に侵入してしまいます。雨がくぐって路地の下地が腐り、ケラバ板金の釘が抜けてしまっています。このままではいずれ台風で飛んでいってしまう可能性が高いです。一時しのぎの処置でまた同じことを繰り返すわけにはいきません。計画を見直すことになりました。梅雨が明けました。気温が急激に上がりました。体がまだ暑さに慣れていません。ボードビスのシールが靴につくのは大工あるあるです。実は僕、頭が異常にでかいんです。店のヘルメットをすべてかぶりましたが、僕の頭にふさわしいものはありません。大工的に言うと収まりがとても悪いんです。今回の雨漏り修理の工事計画を説明します。部分的に修理しても今後雨漏りは繰り返されると判断しました。
よってこのスレート屋根の上からカバー工法でガルバリウム鋼板をかぶせることにします。最初はシーリングや屋根材の部分的な交換を想定していましたが、私たちの提案で工事費用は大きく跳ね上がってしまいました。さらにこの状態です。切って言ったんじゃん。このままガルバリウム鋼板をかぶせても問題はないのだろうか。スレート屋根を一度壊し、下地を修復した方が良いのではないか。さらに費用が上がるので、とても悩みました。そのまま屋根をかぶせるという判断をする人もいると思います。リフォームの世界は担当する人の判断で工事プランは大きく変わってしまいます。どうするべきか。覚悟を決めました。壊します。この判断が吉と出るか凶と出るか。他の工事の兼ね合いもあり、私たちが工事に取り掛かれるのは2日間だけです。最善を尽くします。これはたるきがきましたね。見ての通り、とても危険な足場です。効いてないね。釘は。軒先は落下防止の手すりのみです。水下側にも踏み板があれば、もう少し楽に作業できるのですが、ここの中が。うわ、結構いきそうだな。上まで全部いっちゃったらこの辺りからやね。昔直しとけばね、塗装を繰り返したからさ、ここはくじきこうかね。釘の頭でたるきのピッチを確認したので、下地の位置を狙ってサンダーで屋根を切ります。この状態で新しく屋根を重ね張りしても、上に人が乗ればその重みで屋根は折れ曲がります。下地がないので屋根材をビス固定できず、台風で飛んでしまう可能性もあります。やはりめくって正解だったと思います。
すんこぶやな。この日は湿度も高く気温は30度超え。屋根裏から熱気が上がってきてまるでサウナ状態です。樽木が折れているので合板を踏み抜いたら2階の床まで落ちてしまいそうです。体勢が悪く常に足の指先に力が入り、見た目以上に体力を消耗します。暑さとサイズの小さいヘルメットの締め付けで頭がクラクラしてきました。かえって落ちそうなので自己判断でヘルメットを外すことにしました。この映像は安全対策に問題があるため公開を保留にしていました。雨漏りの危険性や屋根のメンテナンスの一例としてご参考にしていただければ幸いです。また DIY などでは決して真似をされないようにしてください。今回の足場はこの規模の工事を想定して組んでいないためとても危険です。ちょっとした工事でも足場はしっかり組もうと反省しました。湿度が高く屋根裏の熱気で埃が舞い上がり、息切れしながら作業をしたのを覚えています。作業条件があまりにも悪すぎて仕事がはかどりませんでした。既存の樽木を切らないように刃の深さを調整しましたが、実際はわからないので深さは勘でカットします。怖いな今日ね。めくってきたよね。屋根合板の切り子で足が滑ります。ブロワーでこまめに吹き飛ばしながら解体作業を続けていきます。動き出せた。酸素が少ない感じがする。なあ、うん。なんでこんなハードな仕事するようにもいいか。厳しいよ。これぐらいの作業なら1時間もあればできそうな気がしましたが、解体の作業は想像以上に大変でした。なんとか無事に解体が終わりました。後ろで板金屋さんが屋根にルーフィングを張っています。
急ピッチで作業を進めます。マジ事故なくてよかったわ。うん。ブーフィングは死ぬよ。作業も撮影もかなり危険ですが、果たして無事に作業は終わるのでしょうか。チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。